はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するのはこちら。はい、マクロ・オー・バンブランスということで、サバの白ワインマリネになりますね。で、こちらの料理なんですけども、フランスのね、全土で、愛される家庭料理にはなるんですけども、事の発祥はこちらですね。はい。ブルターニュだったりとかノルマンディ、そして、ナントだとかですね、ロワール地方の方が中心になって、歴史的背景のある料理だったりします。でこちらもともとはコンセルプと言いまして、保存食がもともとの始まりの料理で、今ではもうフランス全土で食べられるこのね、家庭料理の中の大定番と言ってもいいかなというぐらいの料理になります。非常にね、作り方もシンプルではあるんですけども、実はここに至るまではちゃんとしたね、歴史背景もあったりします。ではね、まず早速作り方の方をお見せいたしますので、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、こちらサバになります。で、こちらのサバなんですけども、一度冷凍しております。24時間以上冷凍したものを解凍して、でそこにキッチンペーパーを当てて1日水分を取ったものですね。で、そこに両面塩を当てていきます。大体10分ほど放置していただきますと、こんな感じでね、水が出てきますので、ここでね、しっかり水分出してあげてください。では材料紹介です。玉ねぎ、そしてこちらが、ワックスを使っていない有機のレモンになりますね。で、人参です。で、こちらがイタリアンパセリの茎とローリエ、そしてタイムになりますね。で、こちら白ワインビネガーとこちらロワール産の白ワイン、そして水になります。で、こちらコリアンダーと黒胡椒、粒でご用意ください。で、一度サバの方は脱水したところに水でよく表面洗ってあげて、で両面のね、水分をしっかりペーパーで取っていってあげてください。こんな感じですね。で、玉ねぎの方はスライスしていただいて、で人参はこんな感じでね、輪切りにしていただければ OK です。でレモンもね、同じぐらいの厚さにカットしてあげてください。で、ハーブ類はこのね、お茶パックの中に全て入れてしまいます。でコリアンダーはこんな感じでね、潰してあげて、でそれもお茶パックの中に、そして黒胡椒もお茶パックの中に入れちゃってください。こんな感じで OK です。でサバの方は皮の方を上にしていただいて、バットに並べておいてください。では白ワインを入れまして、でビネガーですね。で水で玉ねぎも入れちゃいます。で人参で、こちらブーケガノニですね。でもこれでね、一気に強火で火をかけていきます。で一度ね、沸騰したらここ弱火にしてあげてください。とろ火にしてあげて、でそこにレモンを入れていってください。火加減はだいたいこれぐらいの感じで大丈夫ですね。これで10分ほど火を入れていきます。で10分経って、沸騰しているところでもう一気にサバにかけていってください。この時ね、量がたっぷりあることが非常に重要です。で全体的に慣らしてあげて、でこの時にバットはゆすってあげてください。必ず全体的に裏側もマリネ液がいくように必ず揺らしてあげてください。で一度これで常温に放置して、で粗熱が取れたらラップをして1日経ったものがこちらになります。こんな感じですね。必ず24時間以上寝かせてください。ではドレッセです。こちら塩茹でしたじゃがいもで、こんな感じでね、サバを持っていきます。必ずこのバケットは添えてください。マクロ・オー・バンブランス
サバの白ワインマリネでございます。いかがでございますでしょうか。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。サバの白ワインマリネでございました。で、ここからはね、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね、最もちょっと重要なことを先にお伝えしたいなと思います。まずプロとしてですね、この非常に重要なこのアニサキス対策についてのお話をさせていただきたいなと思います。で、こちらのサバなんですけども、非常にアニサキス、非常に、可能性としてはあるお魚の一つでもありますよね。で、このアニサキスなんですけども、お酢とか酸とか塩ではですね、アニサキスは死にません。で、そして今回ですね、熱い液をね、注ぐ、確かに沸騰したね、液をバーってかけるんですけども、これだけではですね、中心温度が完全に上がりきれない可能性があるっていうところなので、できるだけたっぷりなね、液を使うっていうところは、あるんですけども、ここをですね、両立させるためには、もしご家庭でやるときですね、必ず一度冷凍したものを使ってください。冷凍解凍してください。で、冷凍時間としては、もう24時間以上必ず冷凍してから、このね、解凍していただいて、で、それを、ドリップをね、しっかりペーパーで拭ってあげてから塩をして、っていうような流れにしてください。これはですね、日本のですね、プロの現場でもサバを使うときは、この作業は必ずしてます。はい。で、エスカベッシュのようなものの場合は一度揚げてますので、そこはね、完全に熱で、中のアニサキスがもし、存在してた場合は 100% 死滅はするんですけども、こちらの料理に関しましては、確実に、アニサキスがもし内部に万が一行った時のことを考えても、必ず一度24時間、以上を冷凍してから解凍して使ってくださいっていうところのお話になります。はい、で次がですね、この料理の名前についてなんですけども、サバの白ワインマリネとご紹介させていただいてます。で、ここはですね、ちょっと日本独自の話になってしまうんですけども、日本のフレンチとかですね、ビストロでは、このサバの白ワインに煮物としてですね、名前が定着したっていう部分が一部あるんですよね。で、これはですね、当然フランスの方では煮込み料理ではなくて、熱いマリネ、マリナードシューとしてですね、認識されてます。で、なぜ、日本で煮るっていう名前が広まってしまったのかっていうですね、このお話をちょっとさせていただきたいなと思っております。で、まずですね、一つ目としては、調理ロジックですよね。ここのギャップがあって、本来この料理は鍋でね、サバをグツグツ煮るような料理ではありません。で、沸騰させた熱々のマリネ液を生のサバに注ぎかけるだけっていうのが本来の形ですよね。で、この液体の熱伝導とお酢の酸の力を使ってしっとりタンパク質を固めていくのがこの本来な調理的アプローチになってきます。ですけども日本でこの熱い液体を使ってる状態で広く煮るっていうような表現で誤って誤訳されてしまったっていう部分がもう一つ目と、このマリネイコール冷たい生魚っていう日本のイメージですよね。ここがですね、きちんと熱を通した料理だよっていうのを伝えるときに、どうしても煮るっていう言葉を使ってしまったっていうところの流れがあったりします。ここがですね、やっぱりそのサバの白ワイン煮っていう言葉で広まってしまった要因の一つです。ですので、これは間違いなくマリネでございますので、そこら辺ね、結構間違って覚えちゃうと、意外とね、後々大変なことになっちゃうよ、みたいなところのお話でございます。こちらの料理なんですけども、現在ではフランス全土で親しまれる家庭料理だったりはするんですけども、歴史的なお話、文化的背景のところで言うと、ブルターニュとかノルマンディとかのですね、北西部のですね、冷たい海で、取れるこの青魚ですよね。これをいかにパリの内陸部に安全に運ぶかっていう、保存の知恵の料理だったりします。で、ワインとかビネガーの酸でペーハーを下げていって腐敗を防いでいくっていうフランス北部の気候風土の知恵の結晶だったりします。で、この時使うワインの方がこのロワールの白ワインっていうのが結構多かったりしますね。はい。
はい、次にですね、こちらの白ワインマリネ、エスカベッシュの違いですよね。見た目の雰囲気としては、こう似たようにね、こう、まあ、酸でこう、魚をマリネするっていうところが同じだから、これ似たようなものなんですかっていうこうイメージあると思うんですけども、南フランスのこのエスカベッシュとこう、圧倒的に違う2つの物理的なアプローチがあったりします。で、この南のエスカベッシュの方は、こう魚に粉を打って油でしっかり揚げるプロセスが入ってますよね。ですので、この、まあ、香ばしさとコクを足すっていうようなところで、こうスポンジ状になったこの衣にこのマリネ液を吸わせる、こう足し算の料理っていうようなイメージなんですよね。で、対してこの北のですね、こう白ワインマリネの方は、この生のサバにこう直接ね、熱いこのマリネ液をかけていって、こう表面にね、物理的な、まあ、壁がないので、まあ、浸透圧によってマリネ液が筋肉組織にこう入り込んでいって、で、こうサバ自身のですね、こうピュアなこの脂質と酸がこうせめぎ合って、こう非常に洗練されたね、こう引き算の料理っていうようなイメージを持っていただけたらなと思っております。で、この時にマリネ液をこう注いだ時に、必ずこのね、バットに当たっている面のところにこうマリネ液が入り込むように必ず揺らしてあげてください。揺らして、で、しっかりね、こう、全体にこうマリネ液がいくように、仕向けていただければなと思っております。はい、こちらのね、サバの白ワインマリネ、食べ方としては、塩茹でしたじゃがいもを必ず添えてあげた方が美味しくなりますね。で、まあ、当然そのまま単体で食べていただいても結構なんですけども、この塩茹でしたじゃがいもを添えると非常に美味しく召し上がることができます。で、その時に、カリカリに焼いたカンパーニュ、バターをね、ちょっとつけて、召し上がっていただくのも結構かなと思いますし、で、このね、マリネの方に、まあ、白ワインマリネの方に、まあ、ハーブを少し入れたりとか、オリーブオイルを少し垂らしていただいたりとか、もしくはこうサバの方にフードセルですよね。海塩の方を少し、振っていただいて、召し上がっていただくっていうのもいいかなと思っております。その時にね、合わせるこのね、白ワインの方はキンキンに冷えたね、ミュースカデなんて最高なんじゃないですかね。はい。これやっちゃうとね、もう、はい。で、こちらのね、まあ、まあ、エスカベッシュとこの白ワインマリネの大きなテクスチャーの違いっていうのがあって、で、この、まあ、エスカベッシュの方はしっかりした歯ごたえがあるんですけども、こちらのね、白ワインマリネの方は非常にしっとりした食べ応えのある柔らかいね、まあ、テクスチャーがありますので、ぜひね、ここの違いなんかも楽しんでいただけたらなと思っております。はい、最後に、こちらのサバの白ワインマリネ、ちょっとプロ向きの話になってしまうんですけども、こちらのね、サバの白ワインマリネ、私が今回作ったのはこちらの見た目になりますよね。うわー、ドクラシックみたいなね、もうまさにクラシックな盛り付けにはなってるんですけども、これ実はちゃんとした理由があります。で、例えばこれをですね、まあ、こうモダンフレンチな形に持っていこうと思ったら、当然カットも少し変えたりとか、あとこの特にいい色が入る人参をですね、こうかっこよくね、例えば私だったらリボン状にしてくるくるっと巻いてみたいなことを考えたりはするんですけども、それをやってしまうと実はこのサバの白ワインマリネ、味が崩壊してしまうんですね。どういうことかと言いますと、熱い溶液をバーンってかけますので、こちらの人参の表面積が多いと一気にですね、この人参からの風味と甘みがこのマリネ液を支配しちゃうんですよね。で、それがありますので、このね、一番合理的なのが実はこの人参の輪切りだったっていうところになってきます。で、これを知っているシェフの方々はあえてこれをですね、輪切りじゃなくて細い人参に切り替えて細く切って、で、量をですね、あからさまに減らしてこの人参の色彩をこう散らしてあげて、で、そこで人参の風味と甘みが広がるのを最小限にするというやり方をとってます。はい。ここがね、この料理の面白いところだったりしますので、ぜひぜひね、モダンフレンチ風に持っていくのであれば、そこの点だけ気をつけていただけたらなと思います。やっぱりね、このクラシックな盛り付けっていうのにもちゃんと理由があるっていうところを知った時に衝撃だったのが、やっぱりこの料理だったりしますね。はい。面白いですよね。はい。以上がサバの白ワインマリネのお話でございました。
非常にね、作りやすい料理になっております。で、作る際には、このね、サバの方は必ず一度24時間以上冷凍していただく。もしくは、冷凍品のサバを使っていただいた方が、より安全にね、こちら、チャレンジできる料理になっておりますので、ぜひね、作ってみてください。そしてね、いつでもハイプレの応援、そして、熱いメッセージ、ありがとうございます。皆様からのね、こうコメントをいただいて、こうね、私の方も非常にね、勉強させられたりとか、いろいろね、こう感じるものがあって、いつもね、動画作成の時にはね、こうぐっとね、こう背筋が伸びる思いで作ってらせていただいております。引き続きね、皆様からのハイプレイの応援、チャンネル登録、高評価、引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。